今回はメガロドンを描いてきます。大昔に実在した巨大ザメです。まずはレタリングから進めていきます。最近メグという映画でジェイソン・ステイサムが一生懸命戦ってますけど、そのメグという愛称をちょっとこちらでも強調してメグの文字は大きくしてみました。基本縦の線は太く、横の線は細くで統一して描いています。次にメインビジュアルの下書きに入ります。立体感をつかめるように気をつけながら描いていきます。この巨大ザメの大きさが、少しでもわかるように隣にホウジロザメも描いてみようかなと思っています。海上と海中両方を一緒に織り交ぜた絵にできないかなと思って今模索しています。右のページには、せっかくなんでメガロドンの顔のアップを描いてみようかなと思っています。口の中がちょっと複雑。ボートの人間でも描くと大きさが伝わりやすいかな。この辺にもちょっと雰囲気の違うメガロドンを描いてみようと思っています。タコの足が絡みついている感じにしようかな。さあどんどん線画を進めていきます。また G ペンでインクをつけて描いていきます。やっぱりこの G ペンの描き心地っていうのが好きでたまらないものです。こっちのメガロドンにはちょっと傷がいっぱいついてるようなメガロドンにしようかな。実際のサメでも戦った後なのか、こうした傷がついてるサメって結構いるみたいですね。サメは黒い目が怖いですよね。この口にはサメ特有の歯がいっぱいあるんですけど、サメの歯っていうのは折れても抜けてもまた次から次へと生え変わってくるんですよね。次の歯の列がこの歯の内側にもう待機しているような形で、シャープペンの芯みたいにね、折れてもまた復活できるっていう、なんとも恐ろしい。私が絵を描くときはだいたい影になるような、暗くなるような部分っていうのはこの線を増やしてあげて、あとは後で水彩絵の具を塗ろうかなと思ってるので、水彩絵の具を塗った時に重くなりすぎないようなバランスを探りながら描いています。あと斜線で、暗いところを表現する時もこの肌の立体感を意識しながら、この斜線の向きをその部分に応じて変えながら描いていっています。こういうところでもね、線の太さとかでも個人のタッチっていうのは変わってくるところではありますよね。この口の前には今にも食べられそうなアシカちゃんを描いています。うまく逃げられればいいんだけど。下の方のメガロドンはまたちょっと変えて、この周りの生地にも合わせてちょっと弱ってるというか、死にゆくというか、やられてるというか、そういった雰囲気のメガロドンにしようかなと思って今描いています。タコの足が絡みついているような、そんなイメージにしています。メガロドンもかなり相当でかいので、このタコもね、クラーケンのようにすごくでかいタコという設定で描いています。タコのお刺身では一番好きなこの先っちょのぐるぐる、美味しく感じるところ。
一方こっちはもうちょっと絵を増やしたいなと思ってメガロドンとライバルとなるリヴァイアサン・メルヴィレーを描いていきたいなと思っています。このリヴァイアサン・メルヴィレーも実在した巨大クジラですね。ハクジラなので、このメガロドンとすごく戦ってたんじゃないかと言われているクジラです。ただこの場所に描くとどうしても右上のメガロドンの顔と混在してなんかよくわかんない絵になっちゃわないかなと思うのが懸念点で、なので右上はカラーにしてこちらはちょっとセピア調の一色のイラストにしようかなと思っています。なので線画もこっちは黒ではなくて、カラーインクを使っています。今後はこの線画の部分でも黒だけじゃなくていろんな色を使うのもありかなと思ってるんですけど、今回はウィンザー&ニュートンのピートブラウンを試しています。ちょっとダマができちゃった。このインクは、黒のインクに比べたらちょっとだけとろみがあるような印象を受けました。ほんのちょっとだけだけど油分を感じるというのかな。でも色もいいし筆でも使えるしサラサラ描けるんでかなりいいとは思います。こっちはメガロドンの歯を描いていきます。歯の化石です。メガロドンは海の中にいた動物なのでこの歯の周りの化石以外は見つかってないそうなんですね。だからこの歯の化石から体長だったり、体格を現代のホウジロザメとか他のサメと比べて推測しているようです。たとえ骨が恐竜のように見つかってもその体の色とかまでは分かんないらしいので、このメガロドンも恐竜たちもこういう色だったんじゃないかなというので描いているそうです。だから皆さんが恐竜やメガロドンを描くときに自由に考えた色が実は実物と一致していたなんてことがあるかもしれないですね。どっか水族館に行った時にこの歯のレプリカなのかな、実物大を見たことがあるけどすごい大きかったです。さあ次はレタリングのペン入れ。ここはいつも緊張する場所です。下書きに定規は使いますけど聖書で定規を使うのはあまり好きではなくて、この少しよれた感じが手書き感を出してくれるので本書きでは定規を使わないようにしています。なので下書きがかなり重要になってきます。よし。さあ、次はメインビジュアルのサメの線画に行く前にもうちょっと鉛筆でディティールを確かめていました。下書きで斜線の向きを確認したらそれになぞってこうやって斜線の向きを決めていけるので、聖書で迷うことがないように下書き段階で結構入念に書き込んでいました。こう影の方になるところに斜線をこう入れることで鉛筆を消した後でも立体感を残すことができます。こっちは現存するホウジロザメ。ジョーズの映画で有名になった人食いザメですね。実際こんなボートに乗った人間が共存している時代ではなかったんですけれど、メガロドンは150万年ぐらい前までいたんじゃないかとされていて、人間はそのもっと
昔500万年前に出現したということで、人類とメガロドンが共生していた時代っていうのは長くあるみたいですね。こういった文字はいろいろ調べた中で、自分で面白いかなと思ったものをチョイスして書き込んでいます。さあ練り消しくん、頑張って頑張って頑張って。手が疲れた。書き残したリヴァイアサン・ベルビレーの文字。今回はこのホルベインのマスキングインクを使っていきます。どうしても泡ができちゃうところがあるんですけど、ここは乾くまで待ちとなります。これはレキテックスの白です。何をしているのかというと、白の上に白を塗ってるんですけど、光の加減で塗った場所がわかるんですね。ちょうどこんな感じに。で、この白の部分は塗らないようにしようという目印をつけてるんですけど、マスキングだと乾くまで時間がかかっちゃうので、これでなんとかできないかなと試行錯誤してやってみました。じゃあまずは下塗りから、グレーに少しだけ青を混ぜたものです。この色を乾いたらまた塗って、乾いたらまた塗ってと、ちょっと時間をかけてどんどん塗っていきます。若干赤みを入れて歯茎も塗ってきます。こうするとちょっと怖い感じが増すと思います。さあここからは神経を使った塗りなんですけど、3本の筆を使っています。絵の具を染み込ませた筆が2本、細いのと太いの、それと水だけをつけた筆をもう1本持っています。絵の具の染み込んだ細い筆で細かいところを塗って、広いところは絵の具のついた太い筆で塗って、でどちらもその塗った際の部分を水をつけた筆でなぞることで、その際がぼけていきます。基本的にその塗り方でここのサメは、だいたい全て塗っていっています。こうして色を塗って、その際をこれでぼかしていく。塗っては水でぼかす。塗ってはぼかす。塗ってはぼかす。ここも塗ってはぼかす。そのやり方です。こう濃く塗っちゃった部分もぼかすと、ほら馴染んでいきますよね。すぐにぼかす。こうすると水彩でもふんわり色をだんだん塗り重ねていくことができます。でもこの際が乾いちゃう前にやらないといけないので、かなり時間勝負ではあります。だんだん慣れてきたんで、二刀流でやるようになりました。こういう歯茎のようななんか凸凹が複雑になっているところはぼかしは使わず塗り分けています。さあなんとも恐ろしいサメのどす黒い目。ここちょっとボケちゃった。ごめんなさい。アシカちゃんです。逃げて逃げて。逃げろ。
ここはホルベインのチューブの絵の具使ってきます。筆はあえてこうボソボソになったやつを使ってこう叩くようにあえてムラを出して塗っていっています。上のサメとはちょっと雰囲気を変えたかったのであえてムラが残るような塗り方をしています。ボソボソの筆で叩くときは筆自体も回転しながらいろんな向きにこうボソボソ感が出るように塗っていました。ずっと固形水彩ばっかり使っているので気づいたんですけど、ホルベインのこの透明水彩少し粘り気を感じました。ああ、これが材料のアラビアゴムってことなんだなと思いながら、個人的には慣れちゃった固形水彩の方がなんかこうサラサラっとしてるんで塗りやすいなと感じました。どうしてもチューブの絵の具の方が色数も多いので今後も使っていこうとは思ってます。タコの足にはほんの若干赤みを混ぜました。ここはね、画面的にどうしようかずっと悩んでたんですけど、ここもマスキングインクを使って際を作ることに決めました。この場合はここに際をちょっと塗りためてからこの竹串の先端を使ってこうなんかあえてこうボソボソにはみ出す。で固まったところをさらっとこう塗るとなんか昔の冒険地図のようなボソボソ感出ないかなと思ってやってみました。でここで前もってマスキングインクを練習でやってみたこれ紙なんですけど、周りを囲ったマスキングインクが乾かないうちに絵の具を乗っけると乾いていないマスキングインクが溶け出して絵の具と混ざってこの絵の具の上にマスキングインクがコーティングされるような形になるんですね。それでマスキングインクを剥がそうとするとこのコーティングされた絵の具の部分も一緒にこうメリメリ剥がれてきちゃうんですよ。だからマスキングインクが完全に乾いたことを確認してから絵の具を乗っけないとこういうちょっとどうしようもないミスが生まれることになってしまいます。触るとねなんかペチペチね音が鳴るんですよ。こうマスキングだけ剥がしたいのに周りにも溶け出してるんで周りの絵の具もどんどんこう剥がれていっちゃう。結果こんな薄い色になっちゃいます。さあじゃあ乾かしてる間は休憩です。私はこんな山に住んでるんですけれども今日は雲の中です。この間にぜひいいねボタンチャンネル登録お願いします。もっともっと書いていきますのでぜひぜひ。てなわけでそんなミスが起こらないためにも、2日起きました。でちょっと触ってみてベトつきが完全になくなっていたのでここからこっちのイラストは制作を再開します。このままだとこの刃の部分にも海が重なってきちゃうのでここだけ部分的なマスキングをこのテープで作っています。これをここに合わせてペタ。これで OK。 じゃあここからどんどん塗り進めていきます。どうもねなんかこう癖なのかな、どこを塗るにもこう下地の色を塗ってから塗り重ねていくようなやり方になっちゃってるんですけど、その方が最終的に色の調整がしやすいのでこうやってね2層3層4層と塗り重ねていくんですけれども、サメにも水の中なんで青い色が効くように下地に青を塗っています。でこの下地の色が乾くのを待つうちにこの横のベルビレーのところ塗っていきましょう。こっちはちょっとムラがあってほしいな。である程度乾いたなと思ったら今度またこっち塗り重ねていきます。こっちも塗らないところ白で塗ろうかと思ったんですけどちょっとやらないで一発勝負で塗り進めてみました。そしたらね案外できそうだった。
得意の際ぼかし。水のついた筆で際をぼかしていっています。これね、ぼかしぼかしぼかし。この白く塗ってない部分は模様ではなくて、水面からの光がこう魚とかに反射するとこうランダムな光の筋ができますよね。それをイメージして描いていってます。水彩絵の具って乾くと水分が飛んで薄くなるので、一発目から思った色に塗れる人ってすごいなと思いますね。私は頑張って塗り重ねないとイメージの色にはちょっとならないな。またボケちゃった。ごめんなさい。ちょっと見づらいけれども、直った。こっちは右上の絵とちょっと違う絵だよっていうのを見せるためにセピア調の色でさらっと塗っています。海の下の方はもっと濃く深い海だよっていうのが分かるといいな。サメのボディにももう少し青みを足して海の中っていうふうにこう馴染むようにしてますね。ここは動画じゃちょっと分かりづらいけど、少しグレーに赤を混ぜたもので歯茎を塗りました。さあマスキングを取っていきます。お、綺麗にできてそうだな。メリ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 、ビヨーンと伸びますね。どうかな。ほら、ちょっと古ぼけた地図感、これ結構うまくできたんじゃないでしょうか。このマスキングインクを剥がすときはこのラバークリーナーを使いました。絵の具をね削ることもなく、で指でやると指の油分が絵の具についちゃったりしたりで、消しゴムで取ってもいいんだけど、たまに消しゴムについてる鉛筆の黒いのがね絵の方にくっついちゃったりするんで、このラバークリーナーはおすすめです。なかなかいいんじゃないでしょうか。ちょっとはみ出したところは最後の方でホワイトで修正してまっすぐにしようかと思ってます。こう拙者でちゃんと撮ると色の感じも見やすいですね。上の固定カメラだと色がどうしても飛んじゃうところがあって、はい、では塗り残していたこの歯の化石の部分、これをちょっとさらっと塗っていきます。この歯の実物大見た時、これね大人の身長より高かったですね。で1個の歯を手に持つとこんなに大きい。どんだけ。じゃあ海上の海ですね、それを描いていきます。なんかねこっちは黄色みが欲しかったんで下地に黄色を塗って、その上から水色で海を描いていこうと思います。この人には海の中が見えているのでしょうか。
さあホワイトを入れていきます。呉竹の白筆ペン、これでカチカチやって圧力でインクを出して、こうしぶきとかの部分をちょん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 と光が当たるハイライトの部分、細かいところはこのペンを使ってペン先で色をのっけていっています。細かい部分がちょっとやりづらかったので、このウィンザード・ニュートンのホワイトも使っていきます。こっちの方がペンで置いていくのはね、結構やりやすかったし、カブラよりも G ペンの方がペンの先が開くので、白を置いていくにはウィンザー&ニュートンのホワイトと G ペンがやりやすかったです。レタリングの文字は青で深海を表そうかなとか迷ったんですけど、全体的なバランスを見てこのセピア調の色に決定しました。こっちを塗る時も際をぼかしながらぼかして、それでちょっとグラデーションを軽くつけながら塗ってみました。でまた塗り重ねて、はみ出したところはすぐに水筆でなぞってティッシュで拭いて、マスキングではみ出した部分をホワイトでまっすぐに修正しています。最後海がね、なんかちょっとのっぺりしてたから、この白でなんつうんだろうな、プランクトンがカメラにボケてふわっと映ってるような、そんな表現をしてみました。レタリングの文字のところはちょっとあえてムラを作って少し古い感じを出しました。こんな感じで今回のメガロドンは完成です。いやー、結構大変だった。こう塗る場所が多いんでね、結構時間がかかっちゃったし、少し長めの動画になっちゃったんですけど、ご視聴ありがとうございました。今回も見てくれてありがとうございます。ぜひいいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。それが私の励みになります。